はい、こんにちは。今日はね、月面着陸やっていきたいと思います。月旅行の計画が完了して、月が見えるこの世界の始まりの地にたどり着いたので、いよいよ月を目指したいということで、行ってみましょう。まず必要になるのはロケットエンジン。これは5つ持ってるんだけど、以前4つで宇宙まで行けたのと3つで行けた先人がいるので、今回は3つで挑戦してみます。あとニトロセルロース、前回運んできたのが正確には128キロ。以前宇宙に行った時は200キロくらい積んでたので、もしかしたら足りないんじゃないかって思ってるんだけど、あの時少し減らした方が飛べたので、もっと減らしても届くんじゃないかっていう挑戦をしたいのと、足りない時には材料を生成するスライムたちを連れてきてるので、まあなんとかなるでしょう。で、燃料は決まった大きさのものをいくつか作ります。まず10キロのやつって、この後20キロのやつも作るんだけど、できるだけ均等な重さで積むっていうのと、燃料の消費を計算しやすくするってな目的です。で、燃料を段階的に消費できるようにするっていうテクニックを参考にして、ひとまずこんな感じに。と、電気を通すために合金が必要ですね。これね、合金がドローン基地から取れるようになったのはバージョン 1.1 からなので、バージョン 1.0 の土地には合金すらないんだよね古代の蘇生装置を潰すわけにもいかないんでね。よし、これで1本の電池で3つのロケットエンジンに通電できるようになりました。とりあえず試運転。おー、なかなかいい感じのスタートですね。一応燃料も段階的に消費してるし、ちょっと手が滑ったかな。手で持つところが電池しかなくって、小さいところを掴んでたので、燃料が消失したはずみで手が離れたんでしょうね。まあ一発目にしては上出来だったし、あとは燃料をうまく調整していくところなんだけど、設計数を多用すると電池が減っていくので、先に充電設備を作っときましょうか。今回は電力を消費するものは設計図くらいしか使う予定がないので、とりあえず太陽光パネルがあれば大丈夫かな。発電量は小さいんだけど、何もしなくても充電できるんでね。これで設計図が安心して使えます。で、燃料がね、以前使った時に10キロのは作ってたんだけど、ぴったり合わせるのは結構難しいかもしんない。一旦10キロ単位で作っとけば、2つ合わせて20キロとかは簡単に作れるんだけど、今5キロのやつが欲しいと思ってて、それがなかなかぴったり合わないんだよねまあこの程度だったら誤差だと思うので、まあこんな感じにしときましょう。あと手が滑っても大丈夫なように
ベアリングホルスターで固定するようにしようかな。よし、いざ。爆発しましたね。多分燃料のくっつけ方がおかしかったのかな。ロケットじゃなくって燃料同士でくっついてると、片方の燃料が消えた時にもう片方がポロッと落ちて爆発するんじゃないかって思うんだけど、にしても映像を見る感じ噴射で引火してる様子もないのってちょっと謎ですね。まあ多分くっつけ方だとは思うので、他に気になるところと合わせて調整してみましょうか。まずロケットにぶら下がるんじゃなくって、ちゃんとロケットに乗れるように足場をつけます。あと本体がぶれるので手で持つところをつけときましょうかね。で、さっきの映像だと燃料のくっつけ方が原因なのか、乗ってるせいで何かの挙動が変わったのかがわからなかったので、まず乗ってない状態で問題がないかを確認するために本体を固定してスイッチを入れます。これで爆発するってことはやっぱりくっつけ方でしょうね。これ燃料をいくつもつけてるのでどこが問題なのか分かりにくいんだけど、何回か試して怪しい部品を見つけてはその部品を外してそれ以外のところが大丈夫なのかっていうのを確認しながら問題がある部品を特定していきます。この作業は結構時間がかかったんだけど、これが初めてってわけではなくって以前宇宙に行った時もロケットグライダーの時も同じような感じの作業をしてました。グダグダになるので大幅にカットしたところではあるんだけど、まあ一応最後まで燃焼するようになりましたね。これで試してみると、あれ？これは人間が乗ってる影響とかなのかなってな感じで、この後も調整したりしてるんだけど、全く同じセッティングで固定してる時でも爆発する時としない時があるので、何か見落としがあるのかな。まあロケットグライダーの時は上下左右にぶれたり風の抵抗を大きく受けたり不確定要素がいろいろありすぎて、最終的には燃料は一つにまとめたんだけど、今回は燃料をできるだけ効率的に使うっていう挑戦でもあるので、このまま進めます。正直明確な原因は分かってないんだけど、少なくともちゃんとロケットに燃料をくっつけるっていうのが最低条件で、それ以外は運が悪い時に爆発するって感じかな。まあうまくいく時の方が多いので、あとは回数こなせばいけるんじゃないかって思って続けてると、宇宙に到達しました。燃料128キロとロケットエンジン3つで宇宙に行けましたね。はいいんだけど、今回の目標は月なので喜ぶのはまだ早い。月が見えてきましたが、推進力になるものが何もないので
もう何もできません。宇宙では泳ぐこともできないのって本当にどうしようもないですね。これね、もうちょい月の近くに行ければ月の引力で引っ張られそうなんだけど、惜しいとはいえ高速直線運動が始まった段階で月に向かってればいいはずなので、ちょっとね、これ映像では分かりにくいんだけど、月の下の面に頭がくっついてる状態です。よし、これで月に上陸できました。ちょっとね、これ勝手にずるずる移動してるんだけど、もしかしたら中心に重力があってそれに引っ張られてるかもですね。まあとにかく上に登ってみましょうか。ちなみに側面でも何かに引っ張られてるんだけど、これね、足元に何もないのに落ちないっていう不思議な感覚が味わえますね。とにかく登っていくと、よし、月面に上陸することができました。重力が弱いだけあってちょっとジャンプしただけでかなり飛びますね。石を投げてもこんな感じだし、400キロ超える石を持ち上げられたりして地上とは違った感覚を味わえます。これはなかなか楽しい。物理法則が今までと全然違いそうなので、思ってもない遊び方ができるんじゃないかな。よし、いろいろ遊べそうなのは分かったんだけど、ここには月の石があるだけで投げて遊ぶくらいしかひらめきませんね。いずれ資材を持ってくるとして、今回はひとまず地上に戻ります。てかどうやって？月には引力があるので人間がジャンプする程度だと引き寄せられちゃうんだよね。いや、例えば重いものを持って逆方向に投げれば反作用で月の重力圏を離れることができるんじゃないか。とりゃダメかもしんない。引っ張られてますね、これは。まあ月に行くっていう目的自体は達成できたので、まとめに入りましょうか。ということで月面着陸やってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。まあ以前宇宙までは行ってたのでその応用ではあるんだけど、以前よりもロケットエンジンの個数も燃料の量も削減できたってあたりがポイントですね。ちなみに少し減らして125キロでも運がいい時は宇宙までは行けたりもしたんだけど、少し運が悪いと届かなかったりでしたね。まあもっと削減できる方法とかもあるかもしれないので、いろいろと挑戦してみるのもいいんじゃないでしょうか。で最後ね、結局地上には帰れなかったんだけど、これ月の周りをぐるっと回る感じで一番下に来た時に地上が綺麗に見えたので地図にちょうどいいと思って写真撮ったんだけど、
ほとんど見えてないですね。これ実際に目で見たときはもっと綺麗に見えたと思ったんだけど、録画でもこんな感じです。まあ飛んでる最中の映像でまあまあ綺麗に撮れた写真もあるので、これはこれで参考になりそうですね。で、月で遊ぶための資材を持っていくにしても、今すぐそれをできるような気がしないので、そこは改めて計画したいと思います。それよりも久しぶりにスタート地点に帰ってきて、この近辺でどうやって生活していくかっていうのをあんまし考えてなかったので、まずはそこをなんとかしたいということで、次回はご近所探索やっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。